はようございます。スウェーデン滞在4日目の朝です。今日は前の日にユールゴーデン島へ行く時に経由したナッカという島へフェリーで渡ります。自然豊かな島で体を動かすスウェーデンの人たちと同じように、今日は朝ランニングをしに行ってきます。一旦宿に戻った後は市庁舎とストックホルム宮殿を見学。夜はスウェーデン料理を食べに行く予定です。朝は通勤の人が多いようで、こうして見るとフェリーがこの地に暮らす人にとって大事な公共交通機関であることが伺えます。乗船するとみんな紙コップにコーヒーを入れていて、どうやら朝はコーヒーサービスがあるんですね。私たちもありがたくいただきました。ナッカとはどんな島なのか興味津々。あっという間にナッカに到着しました。斜面にはレジデンスが堂々と立っているんですが、まずはこの階段を登らなくてはいけません。フェリー乗り場の周りには学校や企業の建物が集中していますが、邸宅が連なる緩やかな道を下っていくと、自然豊かな森が広がっていました。森といっても住宅街のすぐそばにある整備されたコースで、ベビーカーを押して散歩する地元の人やランナーともすれ違いました。手軽に島を行き来しながら自然にどっぷり浸かれるとはなんとも贅沢な時間です。帰りの船を待っている間、ナッカスタンドの船着き場をぶらりと探索。どこもオープン前で入れなかったんですが、カフェや食事ができるおしゃれな建物が並んでいました。船が来たので、さて乗船。電光掲示板でフェリーの到着時間をチェックしてたはずなんですが、1分差で早く来たフェリーにそのまま誤って乗ってしまったようです。ユールゴーデン島にはまた来たいなと思っていたんですが、まさか翌日にたどり着いてしまうとは。おかげでこんな可愛い鳥たちと出会うことができました。そしてまたナッカを経由して滞在しているリティンゴへ戻ります。朝ごはんはこちらのシナモンロール。前の日にスーパーで買ったものだったので全く期待していなかったんですが、食べ応えのあるパン生地にシナモンが効いてて、これがめちゃくちゃ美味しかったです。すごい勢いで撮ってたね。今日はね、火曜日だけど割と混んでるね。今12時半です。うん。あちらがセントラルステーションです。あちらですか。はい。アーランダ空港からはバスを使って中央駅に隣接するバスターミナルの方に到着したので、この駅舎は初めてです。これはなんだろう、新幹線みたいなそういうやつかな。どうだろストックホルム中央駅はスウェーデン最大のターミナル駅で、
アーランダエクスプレスが乗り入れするほか、北欧諸国の交通の拠点になっています。オスロやコペンハーゲンとも鉄道で結ばれています。新幹線だね。空港行きもあるし、私たち行きバスで来たからさ、トレードセンターの方から到着してね、分かんなかったけど、こっちがメインだったんだね。そうだね。だからエクスプレスで来たらここに到着してたんだね。ニールズ・エリクソンさんらしいですけれど。誰でしょうか。はい。鳩を乗せてね。視聴者が見えてきました。なんか重厚感がありますね。すごいね、あれが視聴者なんだね。これ言われないと一見わかんないよね。わかんないわかんない。クングスホルメン島にそびえる赤レンガ造りの市庁舎が見えてきました。高さ106メートルの塔がどこからもよく見え、ストックホルムのシンボルになっています。市庁舎の門をくぐった瞬間、アーチ型の柱の間からメーラ連湖に反射する光が美しく輝いて見えました。風の音さえもきれいに響き渡っているような柔らかな空気を感じます。見て、あそこにもなんかちょっと怖い。あそこにもね、塔の上にもさ、至る所にこう人の顔とか。逆光に映る景色もまた趣のある深い色合いです。ため息が出てしまうほど美しく穏やかな雰囲気です。ここに EU の国旗が上がってます。いやもう何度も言っちゃうけどさ、これが視聴者って本当すごいね。すごいね、本当。視聴者とは思えないよ。思えないよね。なんだろう。なんか屋根にも金の銅像が。なんだろうね、お城というか。そうだね。博物館とか美術館とか。宮殿とかなんかわかんないけどね。あれ？なんか閉まってるよ。さあ塔に登ろうと入り口を探していたら、何やら嫌な予感が。入れない。でもツアーエントランスはそこだもんね。残念ながらこの日の見学ツアーは12時で終了。1時間遅かった。船を間違えなければおそらく間に合ったかもしれませんが、塔から眺める360度のパノラマ景色はまた次回にお預けになってしまいました。皆さんにもお届けしたかったのに残念です。はい、残念でしたのでそうですね。今回は諦めてストックホルム宮殿に行きましょう。はーい。まあ逆にほら時間が空いたからさ、宮殿の近くノーベルなんだっけ、博物館か、あと大聖堂もあるし、そこら辺に時間が割けるかも。そうですね。鐘が鳴ってる。13時の鐘が鳴っております。
しいね。うん。いや本当ウォーターフロントにあるからさ、有数にも見える。かっこいい。綺麗だね。まあでもここから宮殿も近くていいよね。確かに。もうここから橋渡ってガムラスタンに行けば全部固まってるからさ、観光地が。歩く回れるのいいね。いいよね。道も分かりやすいし。整備されてるしね。スターズホルメン島の一角に立つストックホルム王宮。バロック様式で建てられた世界で最も大きい王宮の一つです。ストックホルム宮殿は王室が行事や公務を行う場所として現在も実際に使われています。なんと600余りの部屋があるそうです。これがチケットです。チャーチにも行ける、全部含まれているチケットにしました。おい。この QR をかざして進んでいくそうです。チケットは1人200クローナ。ストックホルム宮殿は13世紀にメーラ連湖の防衛のために建てられた要塞。時代を経て要塞は次第に宮殿として使用されるようになり、当時はトレークローノル城と呼ばれ、塔の屋根部分の先頭から3つの王冠を意味するものでした。色合いがもうすでに。日本の国章、菊花紋章もありました。1697年、火災で焼失してしまうと、資金不足で完成には約60年を要し、1754年にほぼ完成。現在のバロック様式の宮殿は18世紀に再建されたものです。エレガントな内装がすごすぎてもう言葉が出ません。こちらは王室にまつわる博物館です。国の行事に使われている王冠など、王室ゆかりの品々が展示されています。クイーンの服だ。うわ、ウェディングドレスみたいだね。
ブラウンです。ちっちゃいね。確かに。そうだね。The Museum Three Crowns 3カ所目。5時までだ。うん。行きましょう。そこが中だね。Thank you。すごいね。ようやく最後。リッターホルム教会です。ガムラスタンの向かい側にあるリッターホルム島の中心にある教会。市内のどこからも目に入る高く美しい銭湯が印象的です。もう15時42分、3時間。3時間ぐらいかかった。なかなかかかるね。ロイヤルパレスが、ロイヤルアパートメントかが一番時間かかったよね。そうだね。広いし。でもなんか見ちゃう。そうだね。入り口はこちらですか？あ、そうだね。リッターホルメンチャーチ。17時までだからね。はい、17時まで。OK。Let's go。あ、すごい。Hello。Thank you。すごいね。これもまた。なんかすごいわ。王室になったやつと同じ。さっき見たね、ああいうの。見たね。Most of the time to hearts don't fit. すごいな。That's why people quit on it. And just because your friends all fell in でも love, さ、教会って後ろがすごいよ you ね。 think things like this happen to everyone, but I don't think they do. 'Cause it's just me and you. ここには歴代のスウェーデン国王一族が眠っています。壁には数多くの紋章が飾られています。This place is full of broken hearts, but the two of us are set apart. And don't think things like this. さて、フィーカの時間が来ました。しっかりスウェーデンの文化を体験ということで、柔らかな雰囲気のカフェに入りました。いい匂いする。
プリンセスケーキ、緑のやつ。そう。これもそう、スウェーディッシュ、これもそう。これもあったね、この前ね。あったね。これもそうかも。こじんまりとした佇まいですが、リラックスして過ごせる可愛いカフェです。シナモンロールが大好きで、本日2つ目。初めて見た。アンダンだね。ワインのお店か。うん。で、予約してないけど入れるかどうかだなと。ああ、そっか。予約。Hello, two people. What is it? No. Okay, thank you. スウェーデンに来て初めての良さげなレストラン入りました。そうですね。レストランに入ったのは初めてですね。ですね。家でしっかり作ってたからね。確かに。今回は、スウェーデンミートボールはい。を食べに来ましたので、はい。スウェーデンミートボールはもちろんありますよと店員さんが教えてくれたので頼みたいと思います。はい。すごい。あ、Tasting yes, please. どうやってんのかすごいいいこれ。匂いする。うわ、本当だ。スウェーデンの伝統料理が食べたくて訪問しました。ミートボールは1皿215クローナ、ボトルワインを1本つけて2人で955クローナ。この辺りでは良心的なお値段だったと思います。早めに行ったので予約なしでも入れましたが、すぐ満席になってしまったので、やはり事前予約がおすすめかと思います。カジュアルなお店。これはなんかもらえるのかね。うん。普通におかわりもらえそうだよね。うん。Okay. スコール。このマッシュポテトすごいね。玉ねぎ1個分ぐらいあるよ。確かに玉ねぎみたいな形してるね。結構ね、ソースが茶色い。ハンバーグみたい。マジで、でかいもんね、こんなにでかいミートボール見たの初めてだわ。ボリュームすごい、なんかもう満足した。ジューシー、1ミートボールで結構もうねだって5ミートボールある。5ミートボールあるね。え1,2,3,4 5ミートボール1ミートで足りちゃうんだ。1ミートで結構満足するよこれ。ミートボールは付け合わせのマッシュポテトとリンゴンベリーを一緒に食べるとさらに美味しくなるから不思議です。どの国にもやっぱり食べ合わせってあるんですね。見た目以上にボリューム満点で私は食べきれず、夫の胃袋へと回収されました。ワインもしっかり飲みました。うわー、いい景色だな。あっちがユールゴーデンか。ユールゴーデン島だよね、あの遊園地。ああ、そっか。そうだね。こっちがセーデルマルク。あったじゃん、シップ。83か。ってことはこれ83だから乗り継ぎだね。83。Hello. Okay.
間違えた。中シロンって言ってた？うん、なんかそうなんしてた。中とシロンってどういうこと？ちょっと見る。ちょっと見る？で、中降りよっか、すぐ寒いから。あ、アイス売ってる。おやつ売ってるんだ。これコーヒー。なんか売ってるんだ。カフェコーナーもあるね。へ結構長いからかな。船も大きいしね。え。いいね。広いね、この船。うん。そしてなんか速い気がする。スピードも。旋回が速いよ。そうだね。わ、確かに速い。すごい速いよ。うわー、美しい。じゃあね次回はついにスウェーデン最終日、バルト三国の旅へと続きます。そちらもぜひお楽しみに。ヘイトー。